もういつもの友達会ったことない同士の最近振り回したんですけど、この公園で話すシリーズめっちゃ好きです。好きなファッションの感じとかも。多いわ。こんにちは、なすいです。今日も久しぶりに代々木公園に来ました。今日はね、新宿御苑に行こうと思ったんだけど、閉園日で、なんかね、行こうと思ったタイミング、最近2回連続ぐらい閉園日なんだよね。ブルーシートを忘れたので、ちょっといつもと違う座り心地の良さそうな椅子に座ってます。今日はファミマのコーヒーなんですけど、このいつものモカブレンドと一口ガトーショコラってやつを見つけて買いました。ちょっと公園行くときさ、もう結構適当な服装だから、今日はバッカスっていうレザーシューズとコダングスのスウェットとナイキの手袋とクロムハーツのキャップとシュプリームとステューシーのコラボのフーディーとレザージャケットです。多分ね、なんか緩い格好というかラフな格好するとき、大体フーディーとスウェットかフーディーとワイドデニムなので、多分被ってる可能性ある、過去の動画と。で、今日モカブレンド、このファミマのやつ買ってみて思ったんだけど、ファミマじゃなくてもいいし、なんかコンビニで働いてる方がいたら教えてほしいんですけど、この前ファミマでモカブレンド買ったら、今日飲んでみてもう絶対違うんだけど、なんかめっちゃ味薄くて、でモカブレンドってちょっと高いコーヒーなのになんか全然味薄いし、なんかまずいと思って、なんか豆が入ってないのかなと思って、ちょっと申し訳ないけど初めて入れてすぐそこのコンビニのなんか流せるところに流して、で機械がだいたい2台あるじゃないですか。そうだからもう1台の方、使ってない方でもう1回カップを入れて押してみたけど、そっちも全く同じ薄さ、超薄いコーヒーが出てきて、もう仕方なくそれは捨てたんですけど、どういうこと？あれはなんか清掃不足とか機械のなんかわかんないけど、今日また飲んでみたらやっぱり全然違った。美味しい。初めてだったから、あれもしかしてこんな味だっけなって思い込むというか、めっちゃまずかったんだけど、あれこれが正解なのかもしれないと思って、でも今日飲んでみたら違ったから、ちょっと有識者の方がいたら教えてほしいですね。どういうことなんだろうあれ。でもああいう時はどうすればいいの？せっかくねコーヒー買ったのにさ。でもなんかコーヒーコンビニで買う時ってさ、なんて言うんだろう、そんなにゆっくりしたい時じゃないじゃん別にそこで。例えばスタバでさ、ちょっとあれこのコーヒーおかしいなってなったらさ、喫茶店とかゆっくり座って待ってるけどさ、セブンとかでね、それこそなんか機械の不調とかだったら、なんかすいません20分ぐらい待ってもらってもいいですかとかなってもしんどいから、もう何も言わなかったんだけど、その時は最近ちょっと気になった出来事あと先週ぐらいはバレンタインでしたね。僕はね今日このガトーショコラを買った理由が、先週ちょっと帰ることがあって、地元に。で帰る時に新宿駅で13日に確か帰ったんですけど、女子高生がねめっちゃ袋パンパンになんかチョコとか持ってて、で別の子もケーキみたいな箱を持ってて、それを見てバレンタインだと思って思い出したんですけど、いやいいね、高校生とかのケーキを学校に持って行ったりとかさ、チョコ作ったりとかで、その時にね、あれバレンタイン作ったことないなと思って、帰った2日後かな、15か16ぐらいに妹を誘って人生で初めてガトーショコラを作りましたね。でそれで今日フェイマでガトーショコラを見かけたので、ちょっとどっちが美味しいか食べてみたいなと思って、で2人で妹と作ったやつはめっちゃマジで美味しかったんですけど、でも、一応動画も撮ってみたんだけど、なんか素材もマジで1時間半とか2時間ぐらいあって超大変だから、あとジャンル違いすぎてなんか急にカップルチャンネルみたいな動画になってるからちょっと今編集とかをすごい迷ってます。もうふざけて
行き切ってカップルチャンネルみたいな編集にするか、そのままもしかしたらボツになるか、普通にね思い出としてケーキ作ってみたかったので、楽しかったから動画自体はボツになってもいいけど、でもせっかくだったらね面白くなりそうだったらあげたいので、ちょっと今編集を頑張ってる段階ですね。ちょっと一回ガトーショコラ食べていい？いただきます。めちゃくちゃうまいね。けどちょっと固め、なんかドーナツっぽい感じの、でも美味しい。でも自分で作ったやつの方が美味しかったですね。なんかチーズケーキとかもガトーショコラもしっとりが好きなタイプなんで、めちゃめちゃしっとり作ったんですよ。超うまかった。こっちも美味しい。最近さ、コンビニでなんかエコ割、この前も話したけど50円オフとか100円オフとかなってるから、弁当とかおにぎりとかも結構それであったら嬉しいし、なおかつなんか僕あんまりデザートとか今まで冒険してこなかったというか、例えばファイマだったら釜出しプリンがめっちゃ好きでそればっかり買ってたし、セブンだったら宇治抹茶系のデザートが昔あったんですけど、そればっか買ってたし、1個ハマるとそればっか買う癖があるんですけど、最近ね割引があるから、割引なってるとこれ買ってみようかなってなるから、個人的にはねいろんなデザート楽しめるから嬉しい。でも今日はチーズケーキが安くなってて、チーズケーキ好きだからファイマのチーズケーキ食べてみようかなって思ったけど、隣にこのガトーショコラがあってね、この前ガトーショコラ作ったからちょっと食べてみようと思って今日はガトーショコラにしました。でもうまいな。でも自分で作ったやつの方が美味しかった。これはね気持ちとか抜きでマジで美味しかった。でも動画でね撮ってる時はね、最後に冷蔵庫1時間半ぐらい置いたんだけど、なんか思ってたよりしっとりしてなくて、冷蔵庫で寝かせて次の日がめちゃめちゃ美味しかったですね。ちゃんと全部冷たくなってて、しっとり感もほぼ均等になってたから、冷えて。だからね最後の動画での反応ちょっと微妙なんだけど、次の日の昼とか朝食べた時めちゃめちゃ美味しくなっててびっくりした。あとその地元に帰った時にですね、用事があるって言ったんですけど、この前熱海の Vlog に出てた幼なじみのタクトっていう友達がいるんですけど、そいつはね結構ね大学の時からほぼ毎年のように誕生日祝ってくれてて、わざわざね誕生日に別に近くに住んでるわけじゃないんだけど、高速とか下道で車で 1時間2時間ぐらいかけて、結構来てくれてたんですよ。今年もね誕生日の1ヶ月前ぐらいに熱海にいたのかな。その時に、一緒に誕生日も祝ってもらって、でタクトが2月の13日が誕生日で予定聞いたらその日は仕事で次の日が休みって言ってたので、僕は13日に帰って、で次の日祝うわって言って誕生日祝ったんですけど、なんかほぼ当日ぐらいに祝ってもらったのが初めてぐらいだったらしくて、今までその平日で土日みたいな感じでちょっと離れて祝ってもらったことはあるって言ってたけど、超喜んでくれててめっちゃ嬉しかったですね。でねその時に結構このチャンネルを最初の方から見てくださってる方は分かると思うんですけど、ミッチーっていう高校の頃からの友達で僕が高校の頃の友達で一番遊んでるのがそのミッチーで中学の頃の友達で中学校高校卒業して一番遊んでるのがタクトで、会ったことはないけどどっちともお互いのこと知ってて、でタクトの誕生日を祝ってた日に福岡で飲んでて、で2軒目そのバーに行ってたらたまたまミッチーも近くで飲んでたらしくて、でそれを鍵つけてミッチーが連絡してきて、でそれでミッチーとタクトが初めて対面したんですね。で2人ともね会ったことない友達会ったことない同士なのになんかすごいねお互いなんか会いたかったらしくて、めちゃめちゃ面白かったですね。本当にね2人ともなんか、酔っ払ってたのもあるだろうけど、ちゃんとねお互い会ってみたかったっぽくて、会った瞬間も2人ともなんかうわミッチーうわタクトみたいな感じで僕が置いてけぼりにされて2人がずっとハグしてましたね。会いたかったみたいなめっちゃ面白かったな光景。今思い出しても面白いけど、その光景すごい嬉しかったですね。なんか中学校の同級生と高校の同級生でさ、でそんなね24歳大人になって2人ともがね、僕の友達同士で会ってみたかったって思い合ってて、めっちゃ面白かったしめっちゃ嬉しかったですね。でお互いその後なんか乾杯して
一緒に飲んでましたね。まああれはタクトの誕生日も祝えたし、僕の友達同士で会ってみたいって言って仲良くしてて、すごくいい日でした。めっちゃ可愛いビーグル犬のファミリーみたいな。今日意外と人少なくてよかった。で、あともう一つ、最近フリマをしたんですけど、来ていただいた皆さんありがとうございます。結構ね、思ったより YouTube 見てくれてる方が来てくれて、多分半々ぐらいだったかな。 YouTube で知ってくれて来てくれたっていう人と、インスタもともと知ってて来てくれたっていう人が半分半分ぐらいで、結構思ったより来てくれて、みんな本当嬉しかったですね。直接会うイベントが久しぶりだったし、それこそ YouTube 始めてからオフラインのイベントをしたのは初めてだったので、今までインスタしかしてなかった時は結構なんかカッコつけてる写真とかカッコつけてる自分っていうのを出してることが多くて、なんかね、会った時もね、 YouTube 始めてからの方が結構話しやすかったですね。すごいオープンしてから一気に5、6人ぐらい来てくれたのかな。その後もすぐ来てくれて、でみんなね YouTube 見てますとか、あと一人の子がこの公園で話すシリーズめっちゃ好きですって言ってくれて、正直さ、この動画ね全然伸びないんだけど、でもそれでもね好きですって言ってくれて、僕の、公園に行きたい欲とゆっくりみんなに話したい欲が両方とも満たされてる動画で、結構僕自身もこれ動画撮りながらリラックスできてるし、でこの動画をね、いつもこの動画好きですって言われたその一言がめちゃめちゃ嬉しかったですね。あとね、フリマみんなに会えたのも嬉しかったんだけど、入場料かかるからフリマ、場所代も何十万円ってかかってるし、あそこ、当たり前にかかるんだけど、それをね、お金払ってまで来てくれたっていうのが本当にすごい嬉しかった。いつか自分でもしてみたいなって思いましたね、一人でも。でもね、一人でっていうのは無理か。なんか友達に手伝ってもらうとかしないと、一人じゃちょっとパンクしちゃうからあれだけど、なんか一人でっていうよりはなんか主催とかで開けたらいいなとは思いましたね。あとびっくりしたのが、フリマで男女半々ぐらいで来てくれて、めっちゃなんか嬉しかったですね。意外とね、みんな周りのインフルエンサーの方は女の子のファンがすごい多い人とか、結構どっちかだった気がするんだけど、マジで半々ぐらいで来てくれて、なんかちょっと特殊だなと思いましたね。でも何よりもね、わざわざ本当に朝早く起きて1時間ぐらいかけて来てくれたっていう子もいたし、友達と一緒に来てくれた子もいたし、あとなんか、僕のこと知ってるけど友達がもっと好きで大阪からたまたま来て、なんかお使いで来てくれたっていう子もいたし、いろんな人と話せて本当楽しかったですね。なんかやっぱインスタライブとかでも話すことはあるけど、インスタライブとか YouTube ライブとか直接やっぱり会って話すと、その人の雰囲気とか好きなファッションの感じとかも分かって、やっぱ会って話すのとインスタライブのコメントとかで話すのとではやっぱ全然違うなと思いましたね。多分僕もインスタライブとか YouTube ライブとか見たことあるんで分かるんですけど、なんかね、見る側はやっぱ相手にさコメントしてる時も相手の顔が見えてるから、そんなに違和感ないだろうけど、僕の場合はね、そのコメントしてもらえると、アイコンとか ID とかは分かるけど、その人の性別とか年齢とかどんな感じの人とか全然わかんないから、やっぱり会って話してみて、こんな人が僕の動画見てくれてるんだとか、そういうのも知れてすごい嬉しかったし、みんな服好きな子たちでしたね。とにかくフリマ来てくれた方は本当ありがとうございますですし、今までもね来てくれた方とか、まず YouTube 見てくれてるだけで嬉しいけど、次するってなったらいつになるか分かんないけど、その時は、今回来たくても予定が空いてなくて来れなかった人とか、ちょっと気になってたけどやっぱ行かなかったって人も多分いると思うから、次開く時はぜひ来てください。多分少ないうちに来てた方がいいと思うよ。どんどん増えていったら多分一人一人話せる時間も短くなると思うから、次するタイミングとかで早めに来といた方がいいですよ。こんなもんかな。コーヒーも飲み終わったし、どんぐらい話したんだろう。30分ぐらいか。
あとなんだろうな、最近で言うと正月から腹筋始めてるんですけど、5分筋トレ、朝倉海さんの腹筋をしてるんですけど、なんかちょっとずつついてきて、最近ね、毎日ちょっとした筋肉痛がずっと続いてるみたいな、その筋トレした時にいててててって思いながらやってるし、なんか鏡見たらね、ちょっと筋肉ついてきてるんだよね。だからそのなんか継続もやっぱ1ヶ月ぐらい続けてみると意外と目に見える変化が出てきたりとか、まあちょっとだけだけど、昨日から腕立て、昨日何回ぐらいしたっけな、30回ぐらいとりあえずやってみたんだけど、全然筋肉ないからめっちゃきつかったし、腹筋だけ鍛えてもあれかなと思って、ちょっとずつ、まあ自分のペースで適当に増やしてみようかなって思いました。まあ、とりあえずね、数とかね、一気に100回とかやっちゃうと絶対続かないから、もうほんと10回だけでもいいし、20回だけでもいいし、なんなら例えば1週間で100回やるっていうのと、毎日絶対10回やるだったら、まあ70回になるんだけど、1週間で。でも1週間で100回やるのと、毎日10回最低やるっていうのだったら、絶対毎日10回最低の方が、10回だけやってみたら、意外とあと10回してみようかなとかなったりするし、まあなんか最近、継続の本とか読んで継続してること自分でしてみてとか、やっぱね、一番自分なりにハードルが低いとこというか、自分でできそうなライン、こんぐらいだったらできるなっていうラインで続けてみるのがすごいいいなって思いましたね。これはなんかね、2025年なんかやってみたい人とかいればぜひやってみてください。あと今年はね、モデル以外のお仕事もやってみたいなと思って、ちょっと今勉強を来週から始めるところですね。まあちょっとまだどうなるかわかんないから、一旦体験というか、ちょっと始めてみるんですけど、とりあえずやってみようかなと思ったので、一旦やってみるけど、まあまだどうなるかわかんないから何をやるとはまでは言わないけどまあそんな感じかな。そんな感じでした。最近のナスイは多分40分ぐらい話したので、カットして15分20分ぐらいの動画にはなると思うんですけど、ここまで見てくださってありがとうございました。皆さんはもしね、最近あった面白いこととか、この動画に対するコメントでもいいし、何でもコメントしてください。最近あったこととか、最近始めたこととか、質問でもいいですね。あ、やばい、カメラ倒れそう、危ね。ちょっと風が強いな。この動画にコメントしてくれて、次の動画で返すとか、この講演語り動画で返すとかでも面白いかも。とにかくいつも見てくださってありがとうございます。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。